こんにちは、アカデミアの富代です。富代アカデミアニューベーシックは第10回になります。今回は正刃、逆刃技法を使ってショートレイヤーをカットします。顔周りの髪は後ろに流れやすく、バックの髪は襟足に沿って前方向に流れるようにカットします。カットによって毛流れは変えることができます。カットする上でいつも意識することは、毛流れをどの方向に流すかを考えてカットすることです。髪は長い髪に短い毛がついていき、方向性が出てきます。ですので、髪をどちらに流れやすくするかはいつも考えてカットしていきます。今回はレイヤーカットで髪の流れを考えながらカットしていきます。もちろんウェットカットとドライカットでお客様に合わせてカットできるように、その変化も勉強します。この考え方でベーシックを身につけると、多くの組み合わせでヘアスタイル作りが簡単にできるようになります。ぜひトライしてみてください。はじめに、このチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳はできますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今回も初心者に分かりやすいようにブラントカットでベースを作り、後にドライカットしていますが、慣れてきたらウェットカットの状態で毛先にチョップカットを入れてカットしたり、そぎを入れたりして、ブロードライ後には仕上がりになるようにカットしてみましょう。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体像を頭に入れてください。はい、イメージができたら早速始めていきましょう。では、動画をご覧ください。まずはブロッキングですが、前頭部と後頭部を分けます。まずバックのアウトラインをカットします。長さはお客様の顎ラインからどのくらいのショートにするかを決めて、襟足の長さを想定します。はじめのブロッキングは襟足の長さがカットできる厚みを残す厚さにします。次に中心部、三つ襟部分の幅に取り、床に平行にカットします。そして両サイドをカットしていきます。もう少し短い方がイメージに近いのでカットします。この襟足の長さによってスタイル全体のイメージが変わりますので、襟足の長さの選定は大切になります。上の髪も下のガイドに合わせてカットしておきます。次のブロックはここも少し前下がりに取ります。バックセンターモヒカンに取り、オンベースでカットします。襟足の厚みを少し厚めに残すようにします。45度ぐらいにパネルを引き、グラデーションレイヤーにカットします。センターのガイドができましたので、センターで分けて縦スライスに近い斜めスライスで少しバックセンター引き気味でガイドに合わせてカットします。こうすることで襟足前方方向が少し長くなり、前方向に流れやすくなります。次のパネルも斜めスライスでバックセンター方向にパネルを引き、フロントサイド方向が長くなるようにカットします。ヘムライン近くには穴を開けないように厚みを考えてカットします。これで首周り、顔方向に髪が流れやすくカットされました。
反対側も同じようにカットしていきます。常にパネルをバッグ中心部に引くと中心部の髪が短く顔周りが長くなるなど考えてパネルを引きます。次のブロッキングはトップの球体の部分を除いてブロッキングします。センターで分けて縦スライスに近い斜めスライスで取り、下のガイドラインの延長線上でカットするのではなく、この角を落としながら丸くカットしていきます。次のパネルも同じように角を落としながら丸くカットしていきます。反対側も同じように角を落としながらパネルはバックセンター引き気味で丸くカットしていきます。トップのセクションに入ります。モヒカンガイドを取り、こちらも角を落としながら丸くカットしていきます。ガイドができましたので、バックセンターで分けて下のガイドの延長線上から角を落としながら丸くカットしていきます。反対側も同じようにカットしていきます。
バックのカットができました。スタイル上でアウトラインが少し前上がりの方が良いので、前上がりにここでカットします。この時顔のセンターに目印を見つけてカットします。今回は唇に向かってカットしていきます。初めからアウトラインを前上がりにカットしてからレイヤーをつけても構いません。反対側も前上がりにカットし、左右同じ長さか確認してフロントサイドをカットします。フロントサイドもバックのガイドラインからもう少し前上がりにカットします。下唇に向かってカットします。顔のセンターの目印に向かってカットすることで左右対称にカットしやすくなります。こちら側も唇に向かって前上がりにカットします。少し短くなるように前上がりにカットします。次にトップの髪をフロントサイドをガイドにカットします。反対側も同じようにカットします。前髪中心部、目頭幅に取り、センターに集めて鼻の長さにカットします。目尻の上がったライン幅に取り、このようにカットしていきます。反対側も同じようにカットします。次に下側のガイドから毛束45度ぐらいに引き、前髪へとつないでいきます。反対側も同じように45度に引きカットします。次にもう一度目尻の上がったラインから床に平行にブロッキングを取ります。反対側も同じように U 字型にブロッキングします。
バックは前の方に紙が流れやすく、フロントサイドの紙はバックに流れやすくなるように、フロント側は逆刃のスライスでカットしていきます。第1パネルを取り出し、上のガイドから下のここの厚みを考えてカットしていきます。次のパネルを取り出し、オンベースより前側にずらしてガイドに合わせてカットします。フロントサイドは前髪とつなげたことでガイドができましたので、このガイドから逆刃のスライスでレイヤーカットしていきます。次のパネルも同じようにパネルを前に引き気味でカットしていきます。バック正刃でカットしたレイヤーにフロントサイドのレイヤーときれいにミックスできるようにカットしていきます。こうすることで前側が短くバック側が長くカットできます。このようにカットすることで髪が後ろに流れやすくなります。こう流れてバックはこう流れます。反対側も同じ要領でカットしていきます。トップセクションは横スライスにとって床に平行に引き、下のガイドに合わせてカットします。反対側ももちろん同じです。できましたら前頭部と後頭部を分けてトップ部分にパネルを取り、三角になった角をカットしていきます。次にモヒカンガイドを取り、前髪とつなぎます。少し前側が短くなる程度にカットします。センターで分けてサイド側の髪をセンターに引き、カットできる髪はすべてカットします。反対側も同じです。
次にバックから8回りの毛束を引き上げ、角を落としながらフロントサイドへとカットを進めていきます。気をつけることはパネルの引きですが、上下の引き上げは頭を四角くイメージして対角線上に引き上げ、角をカットしていきます。パネルの左右の引きは紙をどちらに流したいかを考えて引きカットします。反対側も同じようにカットしていきます。前髪は中心部から角を落としていき、後ろに流れやすいように考えてカットを進めます。アウトラインをチェックカットします。ウェットの状態で重たいところを削ぎます。襟足部分が少し重たいようですので削ぎます。レイヤーの角度で削いでいます。ウェットカットの終了になります。では乾かして仕上げてみましょう。ブロードライして簡単に仕上げます。はい、出来上がりました。ではドライカットしてよりサロンスタイルに近づけていきたいと思います。はじめに襟足部分から削ぎを行います。根元から襟足に向かってレイヤーの角度で削ぎを入れます。セニングシザーによるこのような削ぎは紙の分量を少なくしますが、アウトラインなどに影響はしません。反対側も同じように厚みがバラバラなところを確認しながら削ぎを行います。次にハサミによるスライドカットです。立体感と方向性を出していきます。手ぐしにより簡単に毛束感が出るようになります。
バック中間部からトップに向かって毛先にチョップカットを行います。こうすることで横から見たシルエットが自然に柔らかくなります。毛先にチョップカットすることで毛先の毛束感が自然に細くなり柔らかな動きが出ます。スライドカットしていきます。こうすることで手ぐしで簡単に立体感を出すことができます。トップ付近は表面に短い毛を作らないように毛束の中間を間引くように入れます。こうすることで空間ができて立体感が強調されます。フロントサイドも毛先のチョップカットや空間をつけてやり、重たいところを削いだりして毛束の表情を出していきます。
出来上がってきましたので、ドライヤーで髪をよく動かします。ドライカットしたヘアは少しアイロンを使ってアレンジしてみます。
出来上がってきました。仕上がりです。ドライカット後のアレンジ仕上げです。左がウェットカット後の仕上がりです。そしてドライカット後アレンジ仕上げです。はい、今回は正派と逆派のミックスでカットするショートレイヤーをカットしました。バック襟足部分は前方向に流れるように正派でカットしています。こうすることで髪を横からバックに向かって溶かしてもバック中心部で髪が重なり合うことがなく綺麗に馴染んでくれます。フロント側は逆派にカットすることでバックに流れやすくなり、髪を後ろに流したい人は手入れがしやすくなります。ヘアスタイルの髪の方向性をこの2つの技法を使い分けることで自由に作ることができます。毛流れの方向性をカットで出す方法は長い髪と短い髪を規則正しく作ることです。パネルの左右の利きによってどちらかを長くすることで髪の方向性が生まれます。常にこのことを考えてカットしていきます。チャレンジしてみてください。誰でも簡単にカットできるようカットする工程をできるだけシンプルにしています。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。